こんにちは。当動画はフリーキャド超初心者の方向けステップアップ動画の第2回目です。背景で回っているテープカッター兼ペン立てを作っていきます。今回は1、本体の形状をグリッドで簡単作図。2、立体化の失敗を防ぐ方法でお送りします。前回は本体の底面部分をスケッチして立体化する方法を学びました。続編ものとなりますので、前回動画を見ていない方は概要欄リンクをご覧ください。では、習うより慣れようの精神で始めましょう。まずは本体の形状を作図しましょう。図を見ると複雑に見えますが、非常にシンプルです。大きく2つの塔があります。そこにペン立て用の穴を描いているだけです。この穴の形状はこの設計図通りにしなくて OK です。丸でも三角でもお好きな形状にしてください。一応外壁は 2mm としています。あまり薄い壁にならないように気をつければ OK です。では早速始めましょう。まずはボディがアクティブになっていることを確認しましょう。ボディで右クリックしてアクティブになっているかを確認してください。次に前回作成した底面のスケッチの目のアイコンをクリックして表示状態にしてください。底面のスケッチの大きさを参考にするためです。ではスケッチを始めるわけですが、今回は先にスケッチ基準面を選択する方法で作成してみましょう。前回作成した底面の上面を選択します。この底面の上面に接するように本体上部を作成します。本体底面と本体上部を接するように作成すると、この2つの部品を1つの部品として認識して統合します。パートワークベンチだとブーリアンで結合する必要がありますが、パートデザインワークベンチだと勝手に結合します。パートデザインワークベンチとパートワークベンチで仕様が異なりますので注意してください。ではこの状態でスケッチアイコンをクリックしてください。スケッチ平面の選択画面が出ず、いきなりスケッチ画面に切り替わりました。ちょっとスケッチのパラメータを見てみましょう。新たにスケッチ001が生成されてますね。問題は座標値です。1の G が 4mm になっています。底面の厚みが 4mm なので、底面の上にスケッチするように基準面が設定されたことになります。ではもう一度スケッチ画面に戻ります。ちょっとだけ補足説明させてください。スケッチの画面上に底面のパッド図形が表示されていると思います。動画上非常に見づらいので、以降底面のパッド図形は表示せず、底面スケッチの枠線のみ表示するようにします。ご了承ください。さて、スケッチの前に設定の確認です。グリッド線の間隔を自動調整がオンになっていることを確認してください。現在表示されているグリッドは 10mm 間隔です。ではズームしてみてください。グリッド間隔が自動的に 1mm 単位に変わります。このようにズームすることで自動的により細かいグリッドを表示することができます。あとここのプルダウンで自動高速をオンにしておいてください。自動高速は線がバラバラにならないようにしてくれます。便利な機能なのでオンにしてください。ついでに目のアイコンをクリックすると高速の表示、非表示が選択できますので追加で説明しておきます。では改めて2つの塔を描いてみます。まずは赤枠で囲った方の塔です。横 39mm、縦 120mm ですね。地点は底面と合わせるため原点となります。塔の長方形をサクッと描いてしまいましょう。さて次はもう片方の塔を描きます。では横 30mm、縦 120mm を描きます。グリッドでスナックすれば目視で正確に視点を選択できます。さてこれで2つの塔の外枠が完成しました。図面で見るとここの部分です。ではペン立て用の穴を好きなように描いてください。フリーキャドの基礎ルールです。閉じた図形の中にさらに閉じた図形を描くと穴になります。ちなみにここのごちゃごちゃした穴は別途作成します。ここの穴にはぶつからないように図形を描いてください。サンプルとしてグリッドに沿って図形を描いてみます。ポリラインを使ってみます。まず開始点をクリックしましょう。線を描いてクリックを繰り返して図形を描いてください。最後の点は開始点に合わせます。終点は開始点でクリック。
これでペンの穴ができました。こんな感じで自由に好きな図形を描いてください。さていかがでしょうか？完成したら次は立体化です。スケッチを閉じましょう。作成したスケッチを選択してパッドアイコンをクリックします。この塔の高さは 80mm です。長さを 80mm と入力して OK を謳歌しましょう。ちゃんと立体化できましたでしょうか？立体化に失敗した方はどこでハマったか確認していきましょう。基本的にグリッドを使って描画した場合、失敗はかなり少ないと思います。大概画面に表示している失敗01から4のようなうっかりミスだと思います。形状が破綻して立体化できなかったり、非多様体エラーを引き起こす要因となるようなミスです。では失敗例を見ていきましょう。まずは失敗例1、2です。これは線がつながっていない問題でよくあるワイヤー、ウィズ、ノット、クローズド、エラーです。例えばグリッドのスナップミスで点を一致しておらず線が途切れてしまっている例です。図形が閉じてない状態です。では立体化してみるとこうなります。失敗例1と2はこれと同じ状況です。特に失敗例には線と線が重なっているので見分けがつきにくいです。そんな時はスケッチの問題部分をマーカーで表示するツールを使います。ですがそのツールのマーカーが小さすぎるのでフリーキャドの設定を調整します。メニューの編集、設定、表示、3D ビューのマーカーサイズを大きくしてください。ここでは15ピクセルにします。注意点としてここで設定したマーカーサイズがスケッチャーの頂点でも適用されます。適宜サイズを変更してください。では画面を閉じて問題のスケッチを選択します。メニューのスケッチ、スケッチを検証を選択してください。スケッチャーを検証というダイアログが表示されます。ここで問題のある頂点を強調表示というボタンをクリックしてください。頂点が途切れている部分がプラスのマーカーになったことがわかりますでしょうか？大抵はこのチェックツールで発見できると思いますので試してみてください。さてもう一度スケッチ画面に戻ります。スケッチ画面に飛びました。まだ頂点が離れてますね。見ていただきたいのは高速の部分です。リストボックスに高速がずらっと並んでいます。フリーキャドが勝手に高速を行っているわけですが、このおかげで点が途切れている部分を見つけられます。では高速のリストを全選択してください。全選択は Windows 標準のショートカットキー Ctrl+A です。さて点がつながっていない部分だけ頂点の色が白色になっているのに気づきましたでしょうか？頂点の位置高速が適用されていないとこのように表示されます。フリーキャドの旧バージョンでは赤色で表示されてましたが白色に仕様変更されました。一致高速が適用されている頂点は緑色です。旧バージョンと変わりません。この方法であれば作図中に線が途切れていないかすぐに見分けられると思います。勘違いしがちなポイントですが、点が拘束されているから点がくっついているわけではありません。拘束はあくまで制約であってくっついているかどうかとは別の話です。例えば拘束をすべて削除して立体化できるかやってみましょう。では一旦線をつなぎ直して拘束を全部削除します。この拘束がない状態で立体化をやってみましょう。スケッチを閉じてパッドで押し出しを行います。ちゃんと成功していますね。つまり立体化するのに拘束は必要ありません。あくまで頂点がくっついているとフリーキャドが判断できる状態かどうかが重要です。細かい原理を説明すると内部構造とかプログラミングの話になるのでここでは説明しません。さて次は失敗例3です。図形が重なっている場合フリーキャドが形状認識できずにエラーとなります。例えば四角形の中に三角形の頂点が接するように描いてみます。では立体化してみると失敗していますね。レポートビューにエラーメッセージが表示されています。これは面が無効というエラーです。図形が重ならないように描いてください。図形と図形の間にスペースを空けるようにしましょう。次は失敗例4です。線がクロスしているとエラーになります。明らかにクロスしている星型を描いてみました。これはエラーでしょう。と思ったら立体化できてしまいました。
今回はたまたまフリーCADが許容してしまっただけで、基本的にはダメです。複雑な形状はその後の編集、例えばフィレットやブーリアンなどでエラーが発生する原因になることがあります。線が交差しないように描きましょう。ということで、立体化の時にエラーを防ぐ3つのコツです。これでエラーにはまって悩まずに済むはずです。参考にしてみてください。以上、お疲れ様でした。なかなか先に進みませんが、次回があれば、グリッドを使って複雑なスケッチをサクサク作図する、ポケットを使ってボコをボコボコにボコす、という内容になると思います。ということで、果たして次回も続くのか？それでは、今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。